はい、それではね、いよいよね、全体的な植毛の工程に入っていきます。でね、ちょっとね、始める前に気になってたことがあって、僕はこう、10センチ10センチのフレームを使うんだけども、ちょっとこの首の部分ちょっと作りすぎてるんで、今一度ね、僕はこう、思い切ってカットしちゃいます。はい。僕はここに1センチくらいの、この枠が入るので、だいたいサイズ感的にはこんな感じがいいのかなと思います。で、植毛に入る前に、どこから始めるかっていう話をすると、それも自由なんだけど、もう好きなとこから始めたらいいよ。で、僕はね、最近はもう、この辺、首周りから下から攻めていくような、あるいは外側から攻めていくような感じで作るんだけれども、まずは一個一個説明していきましょう。今ね、こんな感じで、ベースができてるんだけども、まずはね、首の周りからやるから、どういう風に植毛していくかっていうのは、毛の流れは普通に自然にこういう感じで毛の流れる。で、これも全部一緒で、こういう風に順番に毛を入れていきます。毛の流れとしてはまず首周りはこんな感じでまず入れていきます。で、この辺はね、白い毛が入るので、白い毛をまずほぐします。使う白いメリノウールをカットしていきます。これも同じね、だいたい5センチくらいの幅で切っていくと。で、結構量使うのでも4つくらい切っておくかな。はい、こんな感じで、まず切ります。で、いきなりこの1束をね、持ってほぐすのって量が多くて大変なんで、だいたい半分くらいに分けてあげて、溶いてあげる。こんな感じだよね。で、こんなのがいいんじゃないかなって思ってる。使い捨ての、お皿っていうかあるじゃない。これは紙製のやつなんだけど、何個か入って、ね、数百円で売ってるから、こんなの買ってきて、ほぐした毛とか、あとは色ごとに調合した毛とか、そういうのをこう、はめていくといいんじゃないかな。で、こんな感じで置いていけばね、いいよね。で、こういう風に、色ごとに区分しておいておいて、じゃあどんどんほぐしていきます。できれば、そうだね。ある程度の量を最初にほぐして準備してしまう。どんどんほぐしていきます。で、細かいことなんだけど、こういうふうに今ちょっと白で見にくいけどね、器にこうやってほぐした毛を入れていくときも、同じ毛の流れで積み重ねてあげないと、多分これがね、向きバラバラになっちゃうと、結局植毛するときに取り出したときに、いちいちね、全部また毛の流れを揃えなきゃいけないから、そういう細かいところも気をつける。じゃあいよいよ首周りの植毛に入っていきます。で、何回も言うけど、僕はあまり植毛が得意な方ではありません。なので、参考程度に見てもらえれば。で、実際ね、今回はこのメリノウールほぐしたもののみを使うけど、例えばね、そのアルパカの毛を混ぜてみるとか、で、そのメリのふにゃふにゃ柔らかいじゃない。で、それに少し毛のコシ、張りを持たせたいんだったら、何かこう厳重の毛を混ぜてみるとか、そうやってね、いろいろ慣れてきたら、いろんな毛を試してみたらいいんじゃないかな。じゃあ表現の仕方って結構変わってくると思う。はい、じゃあ植毛していきます。で、さっきも言ったけど、僕あまり植毛得意じゃないです。なので参考程度に見てください。で、いろんな上手い人の植毛の技術をね、しっかり見て、作品に反映させてもらえばいいかなと。で、僕はね、大体ね、これぐらいの量で植毛していくのね。まずはこんな感じで貼り付けていきます。で、この植毛の細かい要領の説明っていうのは、この動画ね、この動画で説明してるんで、そこを詳しく見てもらえれば、3つの植毛方法っていうのを僕はやってる。一応ここでも簡単に説明しておくけど、こんな感じで貼り付けてあげるね。でね、大体だよ、この貼り付けているところが、ここが貼り付けてる際からここまでね、貼り付けてるんだけど、大体だよ。
あんまりこれ数値で言うの好きじゃないけど、大体5ミリ近くこうやって入れてってあげて、で、この折り返しになるこの部分ね。この部分ね。ここはしっかり刺してあげる。抜けないようにね。で、これを一度しっかり毛を起こしてあげて、返してあげる。で、この返す時の毛の流れる方向っていうのに気をつけてあげる。で、今回は毛の流れはこっち側に、外側に流れればいいから合ってるよね。で、折り返したらこの根元ね、ここを刺してあげる。こんな感じで刺していって抜けないようにしてあげるね。こんな感じね。じゃあこれでどんどん植毛していきます。で、手に取ったらしっかり毛の方向を今一度整えてあげて、植えてってあげる。これはね、もうどんどんいくよ。もうやり方は一緒なんで。折り返した根元部分を刺してあげて、上からも押さえてあげて、毛の流れ、針先で毛の流れこうやって整えながら、また上から少し叩いてあげる。毛の流れ作れる。いきます。やっぱね、この一度に入れる毛の量、これで、作品の仕上がった時に綺麗さ、毛並みの綺麗さが全く違うから、できればね、上手い人、ほんと少ないよね。多分これぐらいの量で入れてってやってると思うんだけど、いやすごいなと思って。こんなね、単色だったら、そんなに細かくやっていく必要もないんだろうけど、やっぱりその、模様が入ってる部分、柄が入ってる部分だったら、やっぱりそれだけ細かくやってあげないと、ね、細かい模様っていうのは表現できないから、僕もね、いつかね、それぐらいできるようになりたいなと思うんだけどね、なかなかいかないよ。まずはね、第一段階じゃないけど、一番外側の部分、こんな感じね。で、そのまま、この顎のラインまで一気に植えちゃいます。で、この時ね、この重ねる時、一応説明しておくと、ちょっと空いてるところに書くけどね、1回目に植えた毛が、こういう風な状態で、ここに針を刺してって、ここ5ミリくらいをこう植え付けたわけじゃない。で、ここに針を当てて、この毛をひっくり返したわけ。こういう状態だよね。そしてここにまた針で刺していったんだけども、次、この2回目に植えるところね、は、僕はこういう風に寝せて、ここを5ミリね。言いたいのは、ここが少しかぶるんだよっていうこと。で、ここを差し込んでいって、で、ここで、折り返して、また上から刺してってあげる。だから、この部分が被るポイントね。少し被る。結構多い植毛の方法って、こういう風に刺して、ここに間隔が空いて、こういう風に刺してって、こう、なんか田植えみたいな感じね。で、ここに
なんだろう、隙間があるんだけど、ここに。僕の場合はその隙間を作らない手法でやってるんで、これはね、自分のやりやすいやり方でやってください。はい、じゃあ行きます。どんどんいきます。これもね、少し1回前の植毛したところに少しかぶせてやる。毛の流れしっかり針先で整えてあげて刺してあげる。はい、これをどんどんやっていきます。はい、ひとまずこんな感じです。で、ここで役に立つ、こんなちっちゃなスリッカーブラシ。こんなのがあると、これもペットショップで売ってるやつね。こんな感じで少しね、起こしてあげることができるので、少し引っ掛けて浮かしてあげる感じ、ほわっと。裏から見たらこんな感じね。で、これをひとまずカットしちゃいます。カットするのに僕はバリカンを使います。ペット用のバリカン。1500円とかね、2000円以内で買えるような、そんな乾電池式のやつを使ってます。いきなり短く切ろうとするんじゃなくて、最初はね、少し長めで様子見ながら切っていくね。このバリカンの使い方はちょっと慣れしかないんだけど、でもその毛に逆らってこういうふうに買っていくんじゃなくて、毛の流れに沿って根元から外側に向かって刈っていく。こういうふうに。こんな感じで、刃を例えばね、この辺のふわっとしたのを切りたいんだけど、刃をこういうふうに寝かしてやる。刃をこういうふうに立てすぎちゃうと、ものすごいいきなり短くなっちゃうするから、そこを気をつける。じゃあ切っていきます。まずはこれくらいにして、ハサミ使う人はハサミなんかでカットしていくと、例えばこういうところはさ、ね、凹凸があって入りにくいじゃない、バリカンが。そういうところはハサミでカットしたりしてってあげる。うまいこと。で、カットした毛はね、コームなんかで少しずつ取って邪魔にならないように。これね、最初の頃ね、きっとうまくいかないと思うの。ガタガタになってしまうっていう人が多いと思うから、それをね、慣れるしかないね。まずね、ひとまずはこんな感じにしておこう。ちょっとね、こっち毛が足りないから、ここに毛入れます。で、僕、ここからやってんのが、本当はこの方がふわふわのままでいいんだろうけど、僕はね、ここからね、これ、仕上げ針ね、仕上げの5本針とかで、上からこの毛の流れを出すために、一回叩くんだよね、こうやって。で、毛を上から寝かせるように僕はしてる。ただ、これはいろんな意見があって、そんなことしたら、植毛したね、綺麗な毛潰れちゃって、ダメじゃんっていう人もいると思うんだけども、僕はちょっと表現方法としてはね、
これをやるんだよね。で、理由は2つあって、この毛の流れを出しやすいっていうのと、あとはその寝かせてあげる、毛をしっかり貼り付けてあげるっていう2つの理由があって、これを上から一度刺すんだよね、全体的に。これは全身の時のも同じ。で、刺した後、必ず、こういうブラシでもいいし、コームとかでもいいから、必ず溶いてあげる。で、表面はきれいにしてあげる。ちょっと見にくいけどね。すると、こう、しっかり寝かせて、毛の流れも出すことができてっていうので、僕はこれをやってんだけど、これをやらない方がいいっていう人も多分いるんじゃないかな。ここもね、結局自分が表現したい方法、表現したいことだから、好きなようにちょっとやってみて。はい、じゃあ首周りはまずこれで。ひとまず OK ね。じゃあ次ね、この白いのから先にやっつけておこうと思うから、顔の周り、この辺の手を入れていきます。で、また始める前に、図で簡単に説明すると、次ここね、この部分ね。毛の流れは普通にこう、外側に向かって入れていけばいいよっていう感じなんで、そんなに難しい毛の流れじゃないです。で、顎も入れていきます。こんな感じで入れていきます。じゃあいきます。植毛の仕方は同じね、変わらないです。で、針先で毛の流れをしっかりつけといてあげる。例えば今、その顎のライン、こっち側で言ったら、この部分だよね。この部分をやってるんだけど、こういうところをやるときに、しっかりとベースのときに硬さがないと、こういうふうに今植毛してるときに、どんどんベースごと潰れてしまって、で、植毛してカットしたらメリハリのない顔になっちゃうんで、だからベースのときは硬さが必要なんだよっていうことでね。ここでね、へこんじゃって形が変わってしまうと、ベースをどんなにうまく作ったとしても意味がないから、だから形ではなくて硬さをちゃんと優先して作らなきゃダメなんだよってことね。横方向にね、しっかり伸ばしてあげる。でもあれだね、僕も今これ見たら分かると思うけど、さっきこうやって外にやるって言ったけど、どちらかっていうと僕もこうやって全般的にちょっと上に上げるね。なんで少し上に上げるようにしてみたらいい。どうしようかな。どの段階でこうハサミを入れるかっていう問題があると思うんだけれども、人それぞれでもいい。だからもうやりやすいやり方でいいんだけど、最初の頃ね、僕はね、比較的こう顔全体、すべてを植毛してからカットしてたのね。でもそれをやると、やっぱりね、その凹凸がわからなくなる。すべて埋まってしまって。だから、今なんてさ、例えばこの顎のラインだからさっき植えたところとこう段差ができるわけじゃない。で、それを全部一気にやってしまうと分からなくなってしまうから、こういう時は僕はもうその都度カットしていく。特にこの顎のラインのところは先にカットをしてしまいます。で、これくらいでも今、どれくらいあるかな ?5 ミリ以上ちょっとね、毛が、この毛の長さね、この毛の長さあるんだけど、これでもまだ長い方です。僕これからまだ短く切っていきます。で、カットしたらこうやってね、ちょっと白だから見にくいけど、ここに段差があるのがわかるよね。これを一回ね、上から
針入れてあげて、この段差を少しメリハリをつけてあげる。で、少し長い部分をハサミでカットしていきます。ハサミ入れるときも一発で決めようとしないで、やっぱり少しずつ少しずつ様子見ながら。これでもまだ長いんだけど、ちょっと一旦このまま。そうだな。じゃあ反対行こうかな。ちょっと画面的には逆さまになって見にくいかもしれないけど、もう自分のやりやすいやり方でちょっとやる。毛の流れを整えて、折り返してあげる。はい、じゃあこれもカットしていきます。ひとまずこんな感じね。じゃあ顎いきます。で、この段階で1回僕は切ります。毛の流れね、毛の流れしっかり針で誘導してあげて、刺してあげる。もうこの顎の部分はね、結構僕はまめに切っていきます。なぜなら見失っちゃうから、凹凸をね。で、しっかり折り返すときも毛の流れ作ってから折り返す。もうやっぱり細かいパーツの部分は細かくやっていく、丁寧に。あとね、こういう細かいところのこの毛の流れ作りたいとき、これはもう仕上げ針なんだけども、仕上げ針だと穴がね、開きにくいので、こういうのでしっかり差し込んでいってあげる。で、しっかりこう毛を一度起こしてあげて、で、カットしていく。はい、顎できました。ひとまずね、ちょっと長いかもしれないけど、まだこんな感じにしておきます。で、ここのね、毛入れてきます。で、また説明すると、この部分、白い部分を入れていくんだけど、僕はね、どちらかというと、この辺の目の部分はね、とにかくこうやって入れていくのね。こういう風に、こういう方向に入れていくんだけど、毛の流れと。とりあえずね、こんな感じ。こう目に近い部分は上の方に上げるように。あとはその横方向に逃がしていけば大丈夫。まずはこの頬の部分植えていきます。はい、ほっぺの部分ね。
から頬骨が出っ張りの部分があるから、まずはそこまでのラインが埋まった段階でカットします。はい、まずは白い外側の毛までね。まずはここまで首とね。で、次の段階で、ちょっと今度ね、上の茶色と黒の毛をここまでね、かぶってる子だから、それを入れていきます。で、外側からこう作っていって、最終的にこの顔の中心部分、ここの色毛に移っていきます。使う色は、さっき最初の方にね、2種類準備した、少し赤みの強い方の茶色から使います。で、最初にいきなりこう植えちゃうと、この白と茶色の境目がね、くっきりしすぎちゃうので、なのでこの白と茶色の間にグラデーションになるよう色をでグラデーションを使う部分っていうのは、この白と茶色の今のこの部分と、さらにこの顔の前面のね、顔の前面のこの境目もグラデーション色を入れる必要があるから、その分必要な分を少量を取って、白も取ってこれを混ぜる。少量だけどブラシを使った方が綺麗に混毛できるんでね、ムラなくこんな感じねすると色の違いがわかるよね。で、取る量は少量を取って、これをね、普段植毛、さっきまで植毛してた量より厚さを薄くします。これぐらいで、これをこの境目の部分に刺してあげる。この刺し方も同じなんだけど、そのね、5ミリぐらい刺すんだよ。そんなことは特にしなくてもいいんで、ただ少しかぶせるようにして刺してあげて、毛の流れを作って折り返してあげるね。そこはこの薄く一列ね、そのグラデーション色を入れて、でこれね、本当に綺麗にやろうと思ったら、やっぱりここからもう少し、さっき混毛した毛よりももうちょっとだけ濃くした色をさらに一列入れてあげる。そしてこの茶色を入れるとかっていう風にやってあげると、より綺麗で自然な感じに。やっぱこの習慣に入れるこのぼかすグラデーション色がどれぐらい使うかで、見た目の仕上がりの感じも変わってくる。じゃあちょっとだけ今回もじゃあもう少し濃い茶色、さっきのこの合わせたグラデーション色、ここに植えたやつねとの毛にもう少しだけ茶色混ぜる。で、さっきよりも濃くて、わかるかなこれ色の違い。ここの方が。で、最終的にこの茶色をつけたいんだけど、で、白があるんでこうだよね。こういう感じで色が変わってくる。グラデーションで。本当はここにさらにね、薄い色あってもいいね。この中間色くらい。で、それももう一列ここに入れていきます。はい、まずはこんな感じでね。で、先に耳の後ろからやっていきます。耳の後ろね、まずはこの方向で毛を入れていくんだけど、後から言うけど、ここの毛の境目があるね。これは後からちゃんとぼかします。まずはこの方向で毛を入れて。で、この子の場合は茶色がここまで来るので、ここまで一気に入れちゃいます。で、この頭頂部まで入れちゃいます。で、今ね、気づいてる人いるかもしれないけど、この黒と茶色の間にグラデーション入れてないじゃんって思うかもしれないけど、ここも後で入れます。ここもね、しっかりと針先で毛の流れ作ってやって足してあげるね、しっかりね。で、この辺、グラデーションの上に毛をかぶせていきます。で、この目尻より上の部分は、ちょっとこう、毛が上の方に流れる、こんな感じね。
こんなイメージ。このね、目の付近を植毛していくときは、特にね、この目玉に当たりやすいと思うから、そこ十分気をつけながらね、丁寧にゆっくりやる。じゃあ一回この段階で切ります。で、同じように一度こう毛を起こしてあげて、はい、グラデーションの部分をこうくっきり色が変わらずにしっかりとね、ぼかしていった感じでなってるよね。これをしっかり作ってでまず茶色の部分から仕上げていきます。で、ここから先の色なんだけど、今回はモデルの子って言ってもね、ざっくりとしか見てないんで、ここも大雑把にやるけども、この準備した混毛した1色だけじゃなくて、ちょっと明るめのやつとかね、そんなのとちょっと織り交ぜながら、ここのまだらな感じの色を出す。で、ここの時は毛の流れはこんな感じの方向になるようにしたり。で、折り返すときはしっかり毛の流れを作って折り返してあげるね。それはもうどこも一緒ね。じゃあここね、簡単に説明すると、ざっくりとだけどね。ここの毛はこういう方向で入れていくんだけども、こういう風に入れてって、で、まぶたね。まぶたもこういう風に入れていく。わかるかな？こういう風にね。まぶたの毛はこういう風に入れていく。で、今度この頭の周りの毛なんだけども、ここは毛はこういう方向に。だからここの毛の流れが逆に向いていくから、ここでね、毛の流れを少しずつこう整えていく必要があるんだけど、これはね、作りながら最終的に毛の流れは整えていくんで、でもざっくりとしてだけ毛の方向だけど、こんな感じで僕は入れてるかな、大体。でここまで入れたら一回僕は切りたい。なので切ります。これはね、仕上げ針です。仕上げ針でちょっと押さえたい。形がわからないから。ひとまずこんな感じかな。じゃあ引き続きこの茶色の部分植えていきます。じゃあね、目の下行きます。下まぶたにかかってるとこ。基本的にはこういう方向で毛を入れてあげる。ここもね、目が近くなってきてるんで、ガラス、今僕もちょっとコツコツ当てちゃってるけど、なるべく当てないように気をつける。でよかったらしっかりと折り返すんだけど、折り返す時のこの毛の流れね、
毛の方向をしっかり作ってあげて、そこから根元刺してあげる。で、この辺で頬骨とかね、もう凹凸ができてるんで、そこを意識してカットしてやる。その形を出すようにね。で、ほんと目の縁の方行きます。ちょっとこの目の縁の方は少し白っぽい毛にしたいと思います。で、この辺はもうね、かなりデリケートな部分なんで、貼り付ける量もね、少なく少しずつやっていく。で、目の縁だけ少し白っぽい毛を入れてあげます。ここもね、一発で決めようとしないで、結局何回もやることになるんで、今はちょっとざっくりとでいい。だけど丁寧。で、この時に、ここのね、目の周りの植毛してる毛がポンって立っちゃうと、目が完成した時に奥まっちゃって、要は沈んじゃってね、くぼんじゃったように見えちゃうから、ここの毛をしっかりと寝かせてあげる。だからこの顔の周りとかここも植毛して、こうしっかりこう毛の流れとかね、こういうふうにふわふわの毛を見せれるんだけど、この中心部分に来ると、もはや植毛というより貼り付けに近い状態で僕は植毛してるかな。だからこの目の周りも、植毛ではあるんだけど、こうやって細かく毛の流れをしっかり作った後は、全体的に貼り付けてあげる。そして、ここの毛を立たせないようにする。それをすることによって、この目がくぼむのを抑えてあげる。すごく大事、ここ。
下まぶたはまずこんな感じね。こんな感じ。で、こっち上の方行きます。ここもね、毛の流れどうするんだったかっていうのをしっかり考えて。この辺はちょっと明るめの茶色い。これね、画面上だけど、僕がこの今どうやって目の周り針を刺してるかちゃんと見ててね。こういう方向では当ててないんだよ。なぜならガラスに当たるから。だからガラスに合わせるように、この方向、当たらない方向に毛を入れてあげる。毛の流れね。こういうところで、こっちはこの方向、こっちはこの方向だけど、この境目をうまく、こうやって針の先で整えながら、押さえ込んで癖づけてあげる。で、この目の縁ね、いくよ。こうね。この辺もね、ちょっと少しグラデーションで使った時の毛色を使います。ここやるときに気をつけるのが、まぶたがね、どんどん開いていっちゃうと思う。それともギョロッとした目になっちゃうから、それをしないようにね、まぶたをあまり見開かないように気をつけながら刺して、もちろん見開いちゃったら見開いちゃったで、後から修正すればいいんだけど、でもここの修正は結構ね、大変だと思うから、なるべく目を見開かないようにしてあげる。
まだアイライン入れてないんだけどね。ひとまずこんな感じです。で、アイライン入れる時期も、これ僕もね、まちまちなんだよね。先に入れちゃう時もあるし、こうやって植毛してから最終的に入れる時もあるし、なんとも言えないけど、それをね、好みで好きな時にやってもらえたらいいんじゃないかな。じゃあ次反対側の黒で、ここに黒と茶色のグラデーションを作る。黒少量と茶色でしっかりとグラデーション、この境目のとこに入れてあげる。はい、こんな感じね。で、同時に白と黒のグラデーションも作ってあげる。白と黒のグラデーションね。こんな感じね。で、これはちょっと濃くなるから、ちょっと2色に分けたいかな。まずこの混ざったやつをさらに半分にして、でこっちをもう少し白く、これとこれを混ぜよう。こんな感じの2色のグラデーションを作ってあげる。で、ここだね。先にこの顔の横入れちゃいます。薄い方の白に近い方のグレーをここに入れて、次に色の濃い方のグラデーションを入れる。はい、こんな感じね。じゃあここに黒を入れていきます。耳の後ろね、ここもグラデーション入れなきゃダメだね。で、こうやって黒を入れるんだけど、真っ黒じゃない。ちょっとね、真っ黒すぎるから、僕は少し茶色とか混ぜたりするかな。この、そうだな、茶系の黒っていうかさ、本当はもっと濃い焦げ茶色を使って混ぜた方がいいんだけど、今ちょっと即興でやってるんだけど、例えばで今ちゃんと混ざらさってないけど、こういう色の黒と茶色が混ざってる黒ね。少しなんか軽い感じの黒に見えるじゃん。で、これも黒単色だと、なんか黒が重いじゃない。ね。そういうのも少し色、混毛してあげることで、その見せ方を変えれるから、そういう風にいろいろやってみるといい。じゃあ耳の後ろからやっていきます。で、茶色に近いところは、さっきの黒に少し茶色を混ぜたね。茶系の黒を入れた。で、この黒と茶色の境目に、このね、グラデーション色入れてないから、ここグラデーションさせてあげる。まずはちょっと耳の後ろをカットしちゃおう。黒に茶色混ぜたの結構いい色になってたんで、これもう少し作ります。はい、こんな感じの茶系の黒ができたので、これを使って入れていきます。やっぱね、全然なんか黒の重さが違うの分かる。なんかこっち一色だと、ね、真っ黒になっちゃって、なんかぬいぐるみ感が増しちゃうじゃない。そういうのもやっぱ部分部分で使う。ね、毛の流れを考えながらしっかり入れていくね。この辺で一回切ろうか。はい、じゃあ目の周りいきます。
この針の刺し方ね、こうね、目に当てないように、目に当たらない方向に刺していく。やっぱりね、目の周りも毛の流れを考えて刺していく。で、さっき言ったように、ここは毛を立たせないようにするんだからね。ここを少しまぶたのとこ茶色入れるかな。はい、まずはここまでにしようか。で、最終的に次はここの顔の中心部分ね。とか仕上げの方に入っていきます。まずはざっくりだけどこんなもん。で、これまだまだカットしていくからね、手はね。はい。